こんにちは、ウーファーの岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。今日は久しぶりにこのジンバルのテストなんですけど、今これ 18mm、フルサイズで 18mm のレンズがついてるので、今日は同じサムヤンのこの軽いシリーズの 24mm をつけて、どれぐらい価格の違いが出るのかということと、これをちょっとインタビューに使ってみようと思ってるので、ここにマイクをつけてですね、そのレンズの違いの画角の違いで、音声がどれぐらい違うかというあたりをちょっとテストしてみたいと思います。これを使ってね、インタビューをしようと思ったのは、移動しながらインタビューするっていうことがあるんですよ。で、その時に今までは三脚で運んだりしてたんですけども、その移動しながらも喋ったりされる方がいらっしゃるので、その、移動して歩いてる時も、ジンバルだったら割と撮れるので、そういう用途に使いたいなと思ってるんです。それで、いつもこのフルサイズでジンバルを使うときはこのサムヤンの 18mm の軽いレンズを使ってるんですけど、 18mm というとやっぱりかなり広角なので、インタビューでお話をする方をメインに撮るときにはちょっと画角が広いですよね。なのでトリミングをしたりというのも一つの手なんですけど、もうちょっとだけ寄りたいと。でその時にこの前ご紹介した 35mm では、ちょっと今度は画角がかなり狭くなってくるので、トリミングの範囲がもうほぼないというような状況なので、その間で、今回、この 24mm というのを手に入れました。これめちゃくちゃ軽くてですね、これびっくりするぐらい軽いんですけど、前後のこのキャップを外しますと、100g 切ってですね 97g なんですよね。ほんまにレンズなのかなっていうぐらい軽いんですよ。で、画面をちょっと見てみたら、割と切れ味もいいんです。なので、サムヤンからはこれともう一つ大きい、IF1.8 でしたっけいうのも出てるんですけども、そちらはもうちょっと大きいんですよね。なので、ジンバル用にはこっちの方が、長時間撮るにはいいかなと思って、とりあえずこれで、ジンバルを運用してみようと思ってるんですけども、今日はですね、このジンバルの柄のところに、ロードのガンマイクの、これちょっと古いマイクなんですけども、ビデオマイクプロっていうですね、これも僕多分10年ぐらい使ってるんじゃないかな。今のタイプの多分前のぐらいの方なんですけど、そこそこの音が取れるので、この内蔵のマイクで撮るよりはいい音が取れるはずなんですよ。なので、一応これをつけてます。ただインタビューの時にはもちろんピンマイクもつけてもらうんですけども、ワイヤレスで飛ばしてここに入れるっていうのがなかなかワンマンオペレーターの時はごちゃごちゃしますよね。レシーバーをどこに置くみたいなことで。なので、ピンマイクの方は、タスカムのですね、ちっちゃいレコーダーがついてる。型式ちょっと忘れましたけど、それを、使って、ピンマイクはピンマイクで取っといて、こっち側は、押さえとしてですね、取ろうと思ってます。ただこれ、ガンマイクの場合はやっぱりあんまり離れすぎると良くないので、広角で近寄るか、もうちょっと広角を抑えて、もっと近寄るかっていうあたりで、音の取れ方っていうのも変わってくるし、絵の表情も変わってくるので、その辺をどのあたりに収めるかっていうのがちょっと今日のテストの狙いです。ですので、今日このカメラに今 18mm がついてるので 18mm をこっち側に置いて、僕はこっち側に立ってですね、だいたい2メートルぐらい離れたところでちょっと話をしてみたいと思います。今ですね、このソニーのイメージングエッジモバイルというので、こう見てるんですけどね、画角が、これ 18mm で結構広いですよね。これ今ちょうど2メートルぐらいカメラから離れてるんですけど、2メートルぐらい離れるともうかなりこの辺まで画角が来てるので、これだとちょっとインタビュアーからかなり離れた感じになってますよね。1メートルぐらいっていうのが、これでだいたい1メートルぐらいなんですけど、これぐらいなんですよ。これでも多分ここに立ったらちょっと頭切れちゃうか。でもバストショットまではいかないんですよね。かなり近づかないと、だから普通に立ち話してる距離がこれぐらいですよ。50センチぐらいの距離だったら、
18mm でもいいかもしれないけど、これ今ちょうど1メートルぐらい離れるとこれぐらい引いた感じになります。だから編集でトリミングとかするのだったらこれでもいいかもしれないですけど、ちょっとやっぱり周りが映り込みすぎになるかもしれないなということですね。これがだいたい 18mm です。マイクの感じはどうでしょうかね。2メートルくらい離れると若干こう不明瞭な感じになるんじゃないでしょうかね。ガンマイクですけども、今はカメラの位置がちょっと低いところに110センチぐらいのところの高さにあるので、もうちょっと、カメラの位置を普通撮る130ぐらいまで上げてやるとマイクの位置もちょっと上がるので、もう少し良くなるかもしれないです。じゃあちょっとレンズを変えてみます。はい、これが 24mm です。 24mm だと、こう2メートル離れていてもだいたいちょうど背丈ぐらいになってくると思うんですけど、カメラとはちょっと離れてる感じがします。なのでガンマイクで拾うんだったらこれギリギリぐらいの距離かなというふうに思いますね。周りが静かだったらいいけども、ちょっと周りがうるさいところだとちょっと難しくなってくるかなという距離ですね。で多分、24mm でバストショットだとこれぐらいです。なので1メートルぐらいの距離に近づくと、このガンマイクでも割といいかなと思います。で1メートルぐらいの距離というのはやっぱり立ち話するぐらいの距離よりもちょっと遠いぐらいかな。だからちょっと改まった感じの、人と人との間ぐらいの感じですよね。今はなんかねコロナなのでもうちょっとなんかソーシャルディスタンスとか言われてますけども、普通の会話だとちょっとこれぐらいだとちょっとよそよそしいかなっていう距離です。1メートルぐらい。多分普通の立ち話だともうちょっとこれぐらいまで近づくんじゃないかなというふうに思います。はい。音声いかがですかね。これ一度、今これガンマイクつないでますけども、一応このガンマイクを外してですね、内蔵マイクも一応テストしておきます。はい、これが内蔵マイクの音声です。どうでしょうかね。やっぱりこれステレオなのでかなり広がりがあると思いますけど、これどっちかの、チャンネルを活かしてですね、モノラルにした方がいいのかもしれないですね。多分インタビューの時だったらモノラルにした方がいいかもしれませんね。離れてみるとどうでしょう。これぐらいの距離だとちょっとやっぱり広がり感があるので音声が明瞭じゃないんじゃないかなっていうふうに思いますけど、この前ねちょっとねメイキングでパソコンでズームでつないでる音声とですね、それから会場の音声等を、このカメラで撮ってたんですよ。そしたら割とそのパソコンで喋ってる人の声も拾ってたので、割と使えるなと思って、それはそれで良かったんですけどね。どうですかね。こうインタビューとしてはちょっと声が弱いかもしれないですね。はい、いかがでしたでしょうか。画角としてはね、結構差がありますよね。その風景全体を取り込みながら主人公を撮りたい場合にはもちろん広角の方がいいんですけども、話が中心の時にはもうちょっと寄りたいなっていうのがあるんでね、この辺のチョイスがなかなか難しいです。以前、GH5 の場合はここに714というですね、オリンパスの広角のズームをつけてたんですけど、これ前玉がね、こうね、中でこう動くんですよ。そうすると結構バランスがね、レンズが重いので、前に行ったり後ろに行ったりするので、このレンズを付け替えるのと同じぐらいちょっとバランスを整えてやる必要があるので、その辺もね広角の場合はね難しいかなというふうに思います。本来軽くてズームがあればいいんですけど、まだそういうのはちょっとフルサイズではないので、今後の課題でしょうけど、今回は一応 24mm を多分使うんじゃないかなというふうに思います。また映画完成してどっかでアップされたらまたそれをご紹介したいと思います。はい。この 18mm の、レンズはこの間京都の近代美術館のピピロッティ展で、靴を脱いで展示室に入るという時に、靴袋を持ってきてくださいねっていう動画を作ったんですけど、その時はもうこれ、18mm 1本で撮ってます。なのでずっと歩きながらその風景を撮りながら、そのポイントをですね撮っていくんですけども、最後に三脚に乗っけて、ちょっとだけインタビューも撮ってます。その時はジンバルはどうしたかな、ジンバルにつけたものやったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、最後は、同じレンズでやっぱりインタビューも撮ってます。その時はやっぱりねワイヤレスのピンマイクを使って飛ばしました。周りの音もね結構大きかったので、なのでその周りの環境にもよりますけども、ここに、マイクをつけておいて、
それがバックアップには使えるけども、メインの音にはちょっと厳しいシチュエーションもあるかなっていう感じですね。ケースバイケースなんですけど、一応ピンマイクに音が入ってなかったとかね、なんかピンマイク止まってましたとか、レコーダー止まってましたとかいうことが、ないことはないので、そういう時のバックアップにはなると思います。ということで、今日の、この動画が参考になったかなと思う方は、ぜひグッドボタン、それから今後もまたこういう、撮影とか編集に関してのですね、私が仕事で使っているもののちょっとテストをするときに、そのテストを公開したりしていますので、また見てみてもいいよっていう方は、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただければと思います。それではちょっとね、もう梅雨も終わりかけてきて、だいぶ気温も上がってきましたけども、夏バテなどには気をつけて、元気でお過ごしいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。